昨日の Google I/O でアンチグラビティ 2.0 が発表されたね。そう、これで AI でコードを書くツールが大手3社からで揃った。クロードを作っているアンスロピックのクロードコード、チャット GPT のオープン AI のコーデックス、Google のアンチグラビティ。名前は聞くけど何が違うのかよくわからないんだよね。今日はこの3つをプログラミング経験がない人にもわかるように比較する。月約3000円のプランでどう違うかも見ていこう。ちなみに私メリノちゃんは実はクロードコードで動いてます。 Google I/O で発表。アンチグラビティとは？まずは昨日発表されたばかりのアンチグラビティから。これは Google が作った AI コーディング専用のアプリだ。専用のアプリがあるんだ。そう、プログラマーがよく使うビジュアルスタジオコードというソフトをベースにしていて、見た目はプロが使うツールに近い。でも一番の特徴は AI が主役で人間が監督という設計。作りたいものを日本語で書くと AI が自分で計画を立ててコードを書いてブラウザで動作確認までやってくれる。自分でテストまでしてくれるの？そう、Chrome ブラウザを内蔵していて AI が自分でボタンを押したりフォームに入力したりしてバグがあれば自分で直す。これは他の2つにはない機能だ。昨日の Google I/O2026 で発表された 2.0 では大きく3つ進化した。特に複数の AI エージェントを同時に動かせるようになったのが大きい。例えばデザインを作る AI とコードを書く AI を同時に走らせてまとめて結果を受け取れる。一人じゃなくてチームで動いてくれるみたいな感じ？まさにそのイメージ。あと、もともと Google が出していた Gemini CLI というターミナルで動くツールがあるんだけど、6月18日にアンチグラビティに統合されて終了する。使っている人は覚えておいた方がいい。ただし、ユーザーの評判にはかなり差がある。どういうこと？良い点は、初心者にとって一番入りやすいこと、画面が見やすくて、無料枠もあるから、とりあえず試せる。問題は使用制限。月約3000円のプロプランでも、週単位でリセットされる仕組みで、上限に達すると最大7日間使えなくなる。7日？お金払ってるのに1週間使えないの？海外のフォーラムや SNS では、20分から30分使っただけで1週間ロックされたという報告がたくさん出ている。20ドルのペーパーウェイトというあだ名まで付けられた。2.0 で改善されるといいけど。あと、使える AI モデルをジェミニだけじゃなくクロードや GPT からも選べるのは面白いポイント。ただ、新しく出たジェミニ 3.5 の実力は、まだ使い込んだ人が少なくて未知数だ。じゃあコーデックスは何が違う？次、オープン AI のコーデックス。チャット GPT の会社が作ったツールだ。コーデックスの一番の特徴は、タスクを渡したらバックグラウンドで勝手にやってくれること。仕事を頼んだら、自分は別のことをしていていい。終わったら通知が来る。秘書みたいだね。しかも複数のタスクを同時にお願いできる。ログイン画面を作る AI と見た目のデザインを作る AI が別々に同時に動いてくれる。そしてもう一つ大きいのが画像生成が標準搭載されていること。コードだけじゃなくて画像も作れるの？ GPT イメージにというモデルが内蔵されていて、アイコンやバナー、ゲームの素材なんかをコーディングの途中で作れる。別のツールに切り替える必要がない。アプリを作りながらそのアプリで使う画像も一緒に作れるってこと？そういうこと。プログラミングを始めたい人にとってはコードと画像を1箇所で全部できるのは体験としてかなり大きい。料金面でもコーデックスは比較的余裕がある。月20ドル、約3000円のプラスプランでも他の2つに比べると制限に当たりにくいという声が多い。さっきのアンチグラビティと比べるとだいぶ使いやすそうだね。ただし弱点もある。まず、遅い。海外のユーザーからは簡単な修正に10分から20分かかったという報告が複数出ている。20分はさすがに待てないかも。あと、AI が自律的に動くわけ。頼んでいないことまで勝手にコードを書き換えてしまうことがある。ここは注意が必要だ。クロードコードはどうなの？クロードコードはアンスロピックが作ったツール。私メリノちゃんの動画も実はこのクロードコードで作っている。そうなの。台本も映像も音声も全部クロードコードが動かしてるんだよね。クロードコードの一番の強みはコードの品質。ある海外の調査では他のツールと比べてクロードコードが書いたコードの品質が高いと評価される確率が 67% だった。3単位に2回は選ばれるってこと？それはすごい。あと AI が今何を考えているか思考のプロセスが見えるのも特徴。他のツールだと結果だけ出てくるけどクロードコードは途中経過が全部見える。中身が見えると安心感あるね。何やってるか全然わからないのは怖いし。ただし初心者にとってのハードルは高い。どの辺が？昔はターミナルっていう黒い画面が必須だったけど、今は専用アプリやエディタの拡張機能が出て黒い画面を開かなくても使えるようになった。ただ最初の設定や使いこなしには少し慣れがいる。
それはちょっと敷居が高いかも。それと、画像生成はコーデックスのように標準で入っていない MCP という AI と外部ツールをつなぐ仕組みを使えばできるけど、その設定自体にある程度の知識がいる。あと、月20ドルのプロプランだと使用量が限られる。本格的に使うなら、月100ドルか200ドルのマックスプランが前提になってくる。月100ドルって1万5000円くらい。それは結構するね。でも、その分コードの正確さは圧倒的。量より質を求める人向け。3000円内で比べてみよう。3つとも月約20ドル、日本円で約3000円のプランがある。でも中身は全然違う。まず使える量。コーデックスは3つの中では比較的制限に当たりにくい。クロードコードは5時間ごとにリセットされるけど、複雑な作業だと数十回のやり取りで枯渇する。アンチグラビティは週単位のリセットで、使い切ると最大7日待ち。同じ値段なのにこんなに違うんだ。次にコードの品質。クロードコードは品質で圧倒的に評価が高い。コーデックスは量はこなせるけど品質は一段下がる。アンチグラビティは選ぶモデル次第で変わる。画像生成。コーデックスだけが標準搭載。クロードコードは外部連携が必要。アンチグラビティはジェミニオムニで画像編集はできるけど、コーディング中に作るのとは少し違う。なるほど。それぞれ得意なことが全然違うんだね。結局どれを選べばいい？正直に言うと、万人向けの正解はない。でも、タイプ別に整理するとこうなる。初めて AI で物を作りたい人には、コーデックスをおすすめする。コードも画像も一つのツールで全部できるし、制限も緩い。チャット GPT を使ったことがあるなら操作感も近い。確かにチャット GPT なら使ったことある人多いよね。まず無料で触ってみたいなら、アンチグラビティの無料枠がある。ただし、使い込むなら制限問題は覚悟しておくこと。2.0 でどこまで改善されるかは、今後の動き次第。そして、品質にこだわるならクロードコード。最初の設定に少しハードルはあるけど、コードの正確さは現状トップ。ハマったら最強だけど、沼でもある。沼って言っちゃった。私も沼にハマってる側だけど。最後に、海外のパワーユーザーの間で広まっている裏技を紹介する。裏技？クロードコード20ドルとコーデックス20ドルの二刀流。合計40ドルで月100ドルのプランより実用的だという声が多い。2つ使い分けるってこと？難しい設定や品質が大事な部分はクロードコードで、量をこなす単純作業はコーデックスで、それぞれの強みを生かすやり方だ。へえ、一つに絞らなくてもいいんだね。どれも進化が早いから、半年後にはまた状況が変わっている可能性がある。大事なのは、まず一つ触ってみること。そうだね。気になったツールから触ってみよう。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。リクエストがあったらコメントでお待ちしてます。メリノちゃんでした。